それでは品種サッシーが植わっている、畝の方にやってきました。武井さん、このサッシーの特徴を教えてください。これはね、意外に小ぶりではい肌はザラザラしてるんですよ。こういう感じ。ちょっとなるほどさっきのデフラよりも白っぽくないっていうか黄色っぽいですよね。そうですね、少しざらついてる感じもありますし、黄色みが強いですね。うん。これは OK ですか？ OK。このね、肌がざらついちゃってるのははい。多少しょうがないんだけど、ただここちょっとピンクがかってるじゃないですか。そうですね。わかります？はい。これはね、ちょっと NG だね。なるほど。 NG っていうか本当に5ミリぐらい赤く入っちゃう可能性があるから、うちとしては出せない。なるほど。でこれは皮付きのまま本当フライドポテトにすると最高ですね。特に2度揚げしたら最高。このサッシに関しては某、メジャーな、はい。ポテトチップス作ってるはいお菓子メーカーが、はい。昨年オンラインショップ限定でサッシを使った、ポテトチップスを発売してるんですね。発売してる。期間限定、そうなんですね。数量限定で、はい。だからプロも、認めてる、ポテトチップスに適したじゃがいもですね。なるほど。ただこれからはじゃがいもとかこういうものを選んでいった方がいいと思いますよ。さっき言ったように、料理に合わせたっていうような野菜で、これなかなか実はなくて、こういうものって結構消費者の方も何を選んでいいか分かんないっていうのはたくさんありますよね。だからうちの野菜の、はい販売先の 95% ってレストランなんですよ。はい。でもちろん僕からも発信するんだけれども、やっぱりトップのシェフたちがはい。お客さんに発信することによってやっぱなるほど認知される時間も短いし、はい。広まりも早いし。なるほど。サッシーであればこういうふうに使って食べたものをお客さんが食べて、サッシーのポテトチップスが美味しかったというふうに分かれば、これの美味しさをみんな知ってもらえるそうですね。はい。この動画が良かったらグッド、チャンネル登録はここちら